今回は e スポーツワールドカップの予選で行われたビッグ対 Z2 フォワードの試合を見ていきます。結果から言うとかなり一方的な試合でした。ニュークが13の1でエンシェントも13の1。2マップやって Z2 フォワードが取れたラウンドは2本だけでした。ただ今回見たいのはプロはエイムが強いから13の1になりましたという話ではありません。Z2 フォワードというチームはミックスチームですが、元 G2e スポーツのアマネック選手も入っています。他の選手もカウンターストライクを全然知らない人たちではなく、フランスのランに昔から出ているような選手もいるそうです。一方でビッグは普段から固定のメンバーで活動しているプロチームです。この予選自体がミックスチームでも参加することができたらしく、そこで Z2 フォワードが最初に当たったのがビッグでした。なので結果だけを見れば固定のプロチームとミックスチームがやったらこうなるよねという試合にも見えます。ただそれでは面白くないので、ミックスチームとプロチームの違いをこの試合から考えていこうと思います。今回はニュークがビッグでは CT、エンシェントでは Z2 フォワードが CT。なのでマップは違いますが、同じサイド同士で比較していこうと思います。まずはニュークのビッグから CT です。今回ビッグは全体的にかなり前目で守っていました。ニュークは外から下に降りられてしまうと CT 側としてかなり情報が取りづらくなります。なので外側では積極的に前に出てテロ側の情報を取りに行っていました。ですがただ前に出ているだけではありません。例えばこのラウンドではビッグの選手が1回打ち合って自分の居場所がバレます。もちろんこのままもう1回ピークをするとテロ側に居場所が割れているのでかなり危険です。なのでそのまま出ることはせずに味方からフラッシュをもらってそこからもう一度ピークをしました。自分の居場所がバレているからこそそのまま飛び出さずに味方からのフラッシュを待ちます。こういった1手前2手前の行動が結構大事になってきます。これは A 中でも似た場面がありました。スクイキーにスモークがあってビッグの選手がそのスモークを見ています。そのスモークが晴れるタイミングでダクトの裏に隠れました。テロ側が出てくる可能性があるからです。そこでヘブンの味方からフラッシュをもらってピークをしてキルを取ります。これも自分一人で勝負を完結させていません。味方がフラッシュを1個入れるだけで相手のテンポを崩して自分たちがかなり戦いやすくなる。仮にここで1キルを取った後にトレードをされたとしても今度は相手の居場所がわかります。すると別の CT 側の選手がそこに寄っていくことができます。一つの戦闘が次の情報につながってその情報も次の味方の動きにつながっていき、どんどん試合展開が有利になっていきます。またオープニングの投げ物についても同じ考えが見えてきます。タブ戦はトロフィーにスモークを使ってテロ側が一気にラッシュしてこないようにしています。A サイトも最速のハットやスクイキーからのラッシュが怖いので確実にモロトフやフラッシュを使って止めています。プロだから投げられるといった特殊な UTT ではありません。でもこの最初の UTT によってラッシュが来た場合に一旦止められます。その間に味方が寄れるといった味方の動きにもつながっていきます。つまりビッグは接敵する前後のタイミングでチームとして不利にならない条件を作り出しています。これに関して試合後のタブ戦のインタビューがありました。この予選初日のように相手のレベルがそこまで高くない状況では雑にならないで普段通りの基本を崩さずにプレーする、そういったことが大事だったという趣旨の話をしています。自分はこれを読んでデモで見えていた部分とかなり一致するなと思いました。相手がミックスチームだからエイムで勝てるだろう、だから好きにピークしようではありません。スモークを使ったりフラッシュをもらってトレードできる位置を作る、そういった基本的なところを崩さずにやっています。ではここで守る側の Z2 フォワードはどうだったのか。Z2 フォワードはミッドをかなり引き気味に守るラウンドがいくつかありました。これ自体は自分は別に間違いだとは思いません。実際にミッドを相手にある程度渡して B 側に人数を多く割いたラウンドではビッグの B 攻めと噛み合ってラウンドを取れました。B の中に人数がいるから強いクロスファイヤーが組める。そうすると最初の選手を倒した後にそのままサイトの中で守ることができます。こういったラウンドも普通に良かったと思います。なのでよく言う CT は最初絶対にミッドを取りに行かないとダメという話ではありません。ただミッドを明け渡すと当然エリアの情報は少なくなっていきます。相手がどこにいるのかがわかりません。こういった状況でビッグは B 側に UTT を投げて探りを入れていきます。Z2 フォワードとしてはこの投げ物によって B かもしれないとなって A 側の選手が B に寄っていきます。この判断自体も普通です。ただその寄っていくところで足音を出してしまっています。この足音をレッドに入っているビッグに拾われます。するとビッグ側としては B サイドに人が寄ったという情報を得ることができて、そのまま B サイドに行く必要がなくなります。実際に攻める先を A 側に変えています。Z2 フォワードとしては情報が少ないからビッグの UTT の音を聞いて動いていますが、ビッグはその動いた音を聞いて次の判断を変えています。情報がない側としては相手の音を頼りにサイトへ寄ることになります。ただその音を聞いてビッグは次の手を選んでいます。
これは後ほど話すテロ側の話にも関連していきます。また B ラッシュへの対応でも少し似たものがありました。B ラッシュに対する対応として大切なことの一つに B アンカーが足音を聞いて来てるとなった時にチーター側の選手がすぐに下がってクロスファイアを作れるかがあります。味方を助けるフラッシュが投げられるか、これは本当に1秒2秒とかそういった話です。ただビッグが一気に来た時にそこに合わせることができるかどうか、 B アンカーがたった一人で戦う形となってそのまま押し込まれてしまわないか。ニュークのビッグでは敵と交戦した味方に対してフラッシュを投げている局面が複数回ありました。エンシェントの Z2 フォワードを見ると敵が来たことに対する反応、つまり臨機応変な UTT のカバーがあまりありませんでした。こういった細かい違いがラウンドの勝敗を大きく変えてくると思います。ここからテロ側を見ていきます。まずはニュークの Z2 フォワードのテロ側から見ていきます。まず Z2 フォワードはニュークでは何も考えずに攻めていたのかというと全然そんなことはありません。ニュークで唯一取れたラウンドも教科書通りなプレーで非常に綺麗なものでした。そのラウンドではまず外側にスモークを使いました。これでビッグ側からするとテロ側が下に降りたかどうかがわからなくなります。完全に無視するわけにもいかないので B 側に人数を下ろさなければいけません。そこに対して Z2 フォワードは地上側に人数を残してランプから接触をしていきます。このランプでフェイクの戦闘を起こして実際にトレードも取ることができました。実際に C4 を持った本体は A 側に入っていきます。ここでは各所でトレードを取り合って順当に人数有利を作っていきました。外側のスモークによって B 下に降りたビッグの選手は簡単に上に戻ることができません。つまり最初の外側のスモークがその後の A 攻めまで効いているわけです。こういったように普通に良いラウンドもあります。だからミックスチームだから作戦を知らないという話ではありません。ただこういった動きを毎ラウンド成立させられるかというところで差が出てきます。例えば A に入るラウンドでは UTT を使って相手をスクイキー側に意識をずらしました。そういった作戦でハットから1人出る選択を行いました。ただその選手が1人で先に行って倒されてしまいます。ここでもう1人トレードできる選手がいればサイト上の選手を倒せた可能性があります。一方でビッグの場合は1人が戦う場合であってもフラッシュがあったりそれをカバーするスモークがありました。トレードを取る味方がいることももちろんあります。何かしら次につながる形を準備しています。Z2 フォワードはその次がない状態で先に戦闘が始まってしまう場面がありました。例えば他にも外側でビッグのプッシュを待つラウンドがありました。外に取りに行こうとしたラウンドでは詰めてきたブレイメイフに裁かれるラウンドが何度もありました。そのため外側にはスモークだけ投げて自分たちは外に行かない。ビッグが情報を取りに詰めてきたところを倒すことができればビッグは外側の情報を失うのでその後は外はもちろん A サイトにもランプ側にも行きやすくなります。ただそこでプッシュしてきたブレイメイフとの戦闘に負けてしまいます。キルを取れた上でさらに相手をここまで押し込めるとビッグ側としてはテロ部屋に相手が溜まっているだけというですね圧倒的な情報を持つことができます。 Z2 フォワードは詰めに対して時間を使った上で人数が減ってしまってエリアの情報もほぼ皆無となってしまいます。ここからはランプか A にぶつかりに行くという選択肢しか持てずラウンドの局面がどんどん苦しくなっていきます。要するに次につながる準備がなかなか作れていないということです。もう一つ象徴的だったのが Z2 フォワードが3対2まで人数有利に持っていけたラウンドです。人数だけを見れば有利です。ただ終盤にランプの周辺で足音を出してしまいました。この音をビッグ側に拾われます。この音によってビッグは Z2 フォワードがどこに向かっているのかが読めました。逆に Z2 フォワード側は CT の位置情報を全く持っていません。その結果打ち合いが発生する前に A 側にいたビッグの選手が B 側に寄れる。人数有利だったはずなのに最後の打ち合いが始まる時にはビッグ側の選手が2人待ち構えている形になってしまいました。これも打ち合いが始まる前の話です。ではビッグが攻める側だとどうなるのか。ビッグも別に毎ラウンドものすごく複雑な戦術をしているわけではありません。B ラッシュもやっています。普通にミッドを取りに行くラウンドもあります。ただその一つ一つの戦闘の前に UTT が必ずあります。例えば B ラッシュです。ケーブ側にスモークを投げて横から簡単に撃たれないようにする。さらに味方が食らいにくいフラッシュをピラーの裏に入れてプレイヤーのサポートをします。単純なラッシュですが5人いるからそのまま突っ込もうではありません。相手が守りづらい状況を最低限作ってから入っています。ミッドでも同じです。エルボーから出るときには味方からフラッシュをもらう。チーター側にはスモークを使って CT が簡単に前へ出られないようにする。そうやって少しずつ CT を後ろに押し込んでビッグはミッドを取ってレッドまで入ることができました。このレッドまで入ることによって CT の寄る音を拾えるようになります。先ほど CT 側で話した B から A に攻める先を変えられたラウンドです。こういった局面になる前にミッドをしっかりと取ってそこからレッド側に入っています。
このおかげで相手の足音が聞こえて、その情報のおかげで最後の攻める先を変えられる。こういったマップコントロールによって次の判断につながっているということです。Z2 フォワードは入空の外側ではスモークを使って外のエリアの情報を不確かなものにしました。ただ実際に自分たちが取っているわけではないので、次の判断にはなかなかつながることが難しいです。一方でビッグの場合はユーティリティを使って自分たちの体で実際にミッド側やレッドのエリアを取っています。ここで得た情報を使って最後に攻める先を変えることができます。このように一個一個がしっかりとつながっています。ここがかなり違ったんじゃないかなと思います。ビッグの JDC もこの予選後のインタビューで、相手が誰かではなく自分たちの試合をすることが重要だったという話をしています。自分はここもかなり大事かなと思いました。Z2 フォワードを見て下手だから13の1になったで終わらせるのは簡単です。実際には非常に良いラウンドや惜しいラウンドもありました。ただビッグは相手が誰であったとしても自分たちが普段やっている形を崩さない。それがタブ戦の言っていた雑にならないで普段通りのプレーをするといったことにもつながっているのかなと思います。もちろん最後の最後はエイムの勝負です。ただ今回見てきたようにそのエイムの勝負になる前にすでに差が出ているということです。フラッシュやスモーク、トレード、マップコントロール、そして音から得た情報。一つ一つは特別なことではありませんが、ビッグはそれを次の行動につなげています。13対1という大差もこうした小さい差の積み重ねだったんじゃないかなと思います。私たちが自分のプレーに持ち帰るんだったら、ピークする前に味方からフラッシュをもらえないか、味方とトレードできる距離にいるかどうか、そして自分たちは情報を取って動いているのか、それとも自分たちは相手に動かされているのか、今回の試合はその点を見るとかなり非常に違いが分かって面白かったと思います。今回は以上です。